れ何キロだっけ、23キロのキハダマグロ、日南産水揚げ。これもほら神経締めしちゃって生きて上がってきた証拠のここの模様もついてて、全然いい魚やね。どういう模様ですか？この模様ね、この点々点で見えるやろ。これが本当は全体的にバーってあるっちゃけど、この模様がね、この模様がはっきりしてると、はっきりしてると鮮度がいい。そう生きて上がってきた魚、下に動脈があって上に神経があってて背骨にね、それを脳天から刺して通してるわけね。要は神経締めの状態。殺された後痙攣するっちゃ。痙攣した時に身を暴れさせて自分の中で血を打ってしまうかい、それをなくすためにもこの神経締めをして、脊髄破壊をしようわけよね。鮮度が長持ちするよね。寝かせようと思っても寝かせられるし、色がいいとか脂があるとかそういうのもあるっちゃけど、やっぱり鮮度がいい魚を一般のお客さんに提供していきたいなという気持ちで、マグロを買わせてもらってます。はい、いきますよ。これを4つ割りって言っちゃうけど、4等分に割っていきます。まずね、このヒレ、これを取らぬコツには始まるんちゃう。まずここから、この収納できるこのヒレ、ね、これを取っていくわ。っていうのがこいつがよ、ここがものすげえかっていうと包丁でこうってしても傷はつくけど中までは切れない、傷はつくけどっていうとこで、こういう硬いからもう包丁じゃ入らんかい。でも鱗は、こっちからこういう感じで、要はね、ほらこういう感じでついちゃうわけや。わかる？こう薄くわかる？これこういう感じでついちゃうから、こういうやつはこっちから包丁入れてやってちょっと切ってやる。そしたらほらスムーズにそのさーって入るね。ここが入ったらこのね薄皮がついちゃうから、薄皮こうやって包丁で取ってあげて、ここをちょっと切ってあげると指で骨が上がってくるじゃん。これ中に入っちゃう骨がね。もうこれもあとは手でこうで取ってあげればきれいに取れるかい。取ってあげてここを切ります。骨がこう後ろから前に向かってる。この骨がね、だからこっちの方から手でこう上げていくような感じで骨を取ってあげると、ここの縁がきれいに取れるかい。これすげえよね。これってこれを中に入れたからって下に出てくるわけじゃねえかいね。これがマグロが早く泳げる秘密よね。ここに収納できるってね。水の抵抗ですよね。ね、すげえよね。次はね、この釜のとこに包丁入れるっちゃ。ここも一緒やからまた説明するけども、こういう感じでもう釜ギリギリまでもう少しのロスもなく取っていきたいかいよ。ちょっとでもいっぱい食べたいわ。この頭もギリギリに入れてあげて、ここに本当骨があるから、これはちょっといただけんかい。このギリギリまでお刺身で食べれるように。でここの皮ね、これもねやっぱり一緒、こうってしても傷つくだけね。もう硬いんですね。硬い。これもこっちからこう硬いとこだけ取ってあげて、なるべく皮を取らんように。で反対もこういう感じで切ってあげます。このヒレ、これが目印ね、一つの、真ん中の骨がここにありますよっていう目印。これを皮1枚、本当マグロの皮1枚だけこうって軽く切ってあげる。もう本当包丁こんぐらいから、もうこんだけ皮1枚入ったかなっていうぐらいで切ってあげて、あとはちょっと包丁入れてあげて、マグロの骨を探して、骨あったわ。骨の上を軽く滑らせるようにもう一回骨見つけて、今骨の音入るのか、これ入るといいな。この音、この骨の音、これを見つけてスーっていう感じで中に入れていきます。スーッとこういう感じで、そうしてあんまりこれ上げてしまうとね身が割れるから、ちょっとだけ上げて、ちゃんと骨入ってるなーっていうのを確認して、続きは、この真ん中のラインね、ここね
これ今ある程度真ん中まで入ってたんです。そうそうそう。だから骨の真ん中ちょうど中骨があるとこ、はい、この下に中骨があるっちゃけど、そこのとこまで今包丁を入れましたという感じでね。でここから、釜上げたら、はい、ここに骨があるっちゃ、ここのとこに骨があるっちゃ、この白い筋があるとこ、これが大節と目節の分かれてる身やっちゃわ。だからここからずーっという感じで、はい、この尻尾の真ん中、要はここの真ん中めがけてこっちから来ます。真ん中中心にこうって骨が絶対入っちょっかい、はい、たまに曲がっちょ変なやつもおっけども、大概はここに骨がある。だからここからまっすぐ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 っていう感じでくってね。でここがね、ここが中骨とつながる骨やっちゃわ、はい、これが中骨。これで背の方が外れます。外れます。ここ見てもらったら分かるかな。ちょっとごめん削っちゃうよ。ほらここに骨が上を向けてこういう感じで骨が入っちゃう。こういう感じでなるべくこれを避けて切ってあげるっていうのが綺麗に背が外れるかな。で次は腹の方、魚さばく時はね、大きい魚でもちっちゃい魚でもみんな一緒。まず皮を1枚切ってあげます。皮1枚切ってちょっと開かせてもらって、包丁を入れて骨を探して骨の上を滑らせる。骨の上を滑らせる。だからほら、もうこんな感じでもうきちょっかい、いいとこきちょんな。で最後はちょっとこういう大きい魚やから腹のところの、骨をこういう感じで取ってあげて、きれいに真ん中の骨の上までこう包丁を入れてあげるときれいに外れるかいよ。でこっち側回すね。こういう感じにして、ここを今ここについてる骨をだけを切るような気持ちで、あんまり中まで入れんような。入れてしまうと見え切っちゃうからいいね。で腹が取れますと。これやっぱちょっとこう背骨のこの辺跡があるじゃないですか。これがきれいにさばけた証拠みたいな感じですか。そうやね。この骨の跡がこっちに残るっていうのが理想は理想やね。うまいね。中落ちも全然ついてないですもんね。もうちょっと中落ちつけてほしかったよね。まかないも何もできんよそれじゃあ。で今度は反対側ね。反対側はさっきみたいに真ん中割ったりはせんから、はい、もうまた軽くもう皮1枚切るぐらいで、あんまり入れんでいいかいよ。回してその背中を入れていきます。もう一緒ね、皮1枚だけ。骨を探して、骨のこんな上じゃなくて下になるけど、そこを滑らせてあげるような感じで、別に力入れる必要もないと思うかい。包丁さえ切れればね。包丁切れんかったら一生懸命頑張らないよ。もう腕力との戦いになったりね。でここまで来たら次は、さっきはこう上からこうやって要はここについてるやつをこうって外していったわけやっちゃけど、次はもう下にあるかい。
中骨を持ち上げてあげて、逆に今身を下にして中骨を持ち上げて、中骨でこう取っていくような。するとこういう感じでね、取れると。さっきついた上から通した時の骨がこいつね、この骨をね、はいはいはい、これもさっきからこうってなぜってるけど、何しよっかって言ったら、要はこういう、くず、身のくず、これなんと取っちゃう、こう身のくずを取ってあげることによって、このまま箱詰めしますっていう時に、どうしてもやっぱ劣化するのはこれが先に劣化するかい、これを取ってあげんとマグロが傷むのが早くなるっちゃう。そのためにちょっとでもそういうくずがあったら取っちゃってあげんとダメやったよね。臓器のところも取ってあげて、くず取るんですね。ここを取ってあげんとね。大事。やっぱこういう、内臓系、こういう内臓の、腸の最後のここについてるやつとか、こういうのも取ってあげる。取ってあげると、後でこう匂いが出たりとか、ね、美味しい魚でなくなったら嫌やから。せっかく日南の魚って鮮度が良くて、なんていうかな、本当赤身が強くて、油はね、油はそこまでなくていっちゃう。油だっていうのはもともと赤身のマグロの中でも赤身色が強い、赤身のいい魚やかい。あっさりしょうよね、日南のはね。マグロ専用の吸水シート、この中にゼリー状のキャッチするものがついちゃってよ、外にマグロの水分吸って外に出さんちゃうわ。これでね長持ちするかいよ。なるべくここでこう空気酸素抜いてやらんと酸化してしまうから、マグロはどうしても。なるほどな。酸化するとやっぱ劣化する。劣化する。で色も変わる。こういう感じで空気抜いてあげて、でこれでさっきの神経の穴見てみる。本当に漁師はここから通したのが神経入ったか。一応これが脳天、脳がここの中にあって、脳からの、要は人間でいう脊髄か、脊髄に入っているかを切ってみましょう。かった。お入っちゅうね。やっぱね、やっぱり漁師やね。要はここの穴、ここに神経が通ってます。ここが動脈になります。この下の穴が、この神経を破壊することによって鮮度を保つことができます。いい魚やねこれね。本当ですね。日南のキアダマグロ、スーパーでも食べられます。食べられます。おろしてるんですね。おろしてます。じゃあ今度食べてみます。お願いします。日南産のキアダマグロどこにありますかって聞いてもらえると、スーパーで紹介してくれます。そしたらわかりました。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。